大きな地震があった2日後、地下水が濁っちゃった。どうも、地震の翌々日の小麦です。九州の地震大きかったね。我が家の地下水が白濁してしまってしばらく飲用や調理用で使えない。なので、汲み置きしていた水を駆使して料理を作っていく。本当はこの動画の撮影も昨日の予定だった。ただ、水の白濁がひどくて、一日様子を見つつ飲用水を確保したりしてた。よしひこは地震のアラーム音にビビってしまってしばらく震えてた。怖かったね、よっちゃん。一日経つと水の透明度が少し回復したので、洗い物には使えそうだ。なので、撮影を強行することにした。生地の分量はこちら。スクショ撮った？概要欄にも貼っておくね。地下からポンプで汲み上げる浅井戸の場合、濁った水の対処法にはコツがある。ちょろちょろと10分くらい水を流して、しばらく水を止めて井戸を休ませる。これを1日3回くらい繰り返す。勢いよく水を出すと、せっかく沈んだ不純物がモーターでかき回されるからだって。地下の水はゆっくりと流れてる。だから完全に放置しててもいつかは透明になるらしいけどね。ただいま。鳥たちが踊ってる。しばらくは不便だな。本日は猫型のパンを作る。過去に何度か作ってるからもしかしたら既視感があるかもしれない。でも可愛いからセーフ。生地を分割する間、白様、いつものお願い。天の声の白様です。このチャンネルではここ川沿いリバーサイド略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や生地の分量、宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど概要欄にいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて、今日の合言葉は猫食パン型欲しい。コメント欄に書いてみて。サンキュー白様。地震被害に遭われた皆様の生活が早く元に戻りますように。公開日は地震から2週間くらい経過してると思うけど、皆さんの生活が戻ってるといいな。今回の生地は8等分。一つ一つは大きめだけど、ウインナーを中に1本丸ごと入れるからしょうがない。さあ、ベンチタイムだ。地震怖かったね。よしひこ怯えてる。よしひこは内弁慶のヘタレちゃん。パンに入れる具材のご紹介。玉ねぎとウインナーとチーズとマヨネーズ。そして合法パウダー。手抜きが過ぎるね。でも洗い物が少ないから今日はこれでいい。ウインナーは少し切れ目を入れておく。パンに包んだ時に成形しやすいようにね。
できれば今日は包丁も極力使いたくないんだけどさ。どうしても出てしまう洗い物は簡単なものなら重曹スプレーで済ませよう。ウインナーくらいの油分なら重曹で十分だ。キッチン周りの油汚れは重曹スプレーが噛みすぎる。ちなみに今の地下水の色はこんな感じ。沈殿物もたまらない超微細な粘土が溶け込んでいるらしい。なので粘土水で洗った食器は汲み置きのきれいな水ですすぎ洗い。地味に面倒だ。ただ川が近くにあるから地下水の流れも早いんじゃないかと予想してる。川の水はすでに透明だし、地下水も早く透明になるといいな。水質検査もお願いしないとな。さあ、お待ちかねの成形タイム。生地を綿棒で平たく伸ばす。前日の残り物のみじん切り玉ねぎ。マヨネーズを少々。ウインナーを乗せて合法パウダー。玉ねぎに合法パウダー入れとこ。チーズをパラリ。そうしたら猫にする。猫型パンといえば昔どうしても欲しい型があったんだよね。まあ猫の食パン型なんだけどね。何度も Amazon のカートに入れてはカートから削除するを繰り返してた。絶対可愛いのは分かってる。だって食パンが猫なんだよ。萌えが限界突破だよね。カートにポチ。でもその度に耳の部分洗えるって疑問が頭をかすめてくる。あの尖った耳の部分絶対カスが残るじゃん。かわいいけど、カートから削除ポチ。これをおそらくもう6年くらい繰り返してる。唐突ですがお待たせしました。本日のポッドキャスト紹介コーナー。私の YouTube のポッドキャスト、料理系 YouTuber の裏の顔で、ほぼ毎日配信しているポッドキャストの紹介をするよ。本日の午前11時に公開の28日のシンクロニシティ、細胞は月の満ち欠けを記憶する。皮膚の細胞が生まれ変わるターンオーバーサイクル。
これは遥か昔の地球と月が交わした約束なんだって。かつて命が海の中にいた頃に刻まれたリズム。これが今も私たちの遺伝子の中で脈々と生き続けているのはなぜ？そんな謎を解き明かしていくよ。ピーマンで顔も描くよ。こんなポッドキャストは概要欄から聞いてね。地下水も早くターンオーバー頼むよ。さて、猫の食パン型を眺めて諦めるたびに作るパン。それが今回のこれ。これだって猫に見えるよね。ね。過去にも猫型のパンを作ってるから概要欄からチェックしてね。それじゃあ焼いていく。180度の上下ファンヒーター、30分で焼き上げた。地震の後とは思えない綺麗な川の水。この後の撮影で地震アラームの音が入っているので、苦手な方はスキップしてね。まだまだ余震が続く九州。撮影中に地震アラーム音を捕獲したのは初めてだ。この後、地震アラームが鳴ります。地震。この音を聞くと、義彦が尻尾を巻いて逃げていく。トラウマになっちゃったね。かわいそうに。ちなみに、ミーチョさんとチョロコさんは余裕で爆睡してた。この差は何なんだろうね。サラダを盛り付けてしまおう。野菜はいつも買った直後に洗ってから野菜室に入れる。そして普段は切る前にもう一度洗うんだけど、今日はいいよね。もう洗ってるしね。今日のホイップはココア味。最近ココアが高いからきなこ率高めだったんだけどね。カカオのテオブロミンで自律神経を整えて心を落ち着かせようかな。今さっき調べて知ったんだけどね。ココアを摂取したいがために後付けの理由を調べる。ファンの猫様だってびっくりの所業だ。いや、めっちゃ可愛くない？暑いので旦那氏召喚。今日もバグってるね、手の皮。統治法で褒めてみたよ。リップもいろいろ作る予定だったけど、鍋を使いたくなかったので却下。日本には世界に誇るケチャップとマヨネーズがある。可愛さ限界突破の猫パンが完成したよ。それではいただこう。
キンキンに冷えたキュウリはカットしただけでもうごちそう。さあ、こっちにおいで、猫ちゃん。ふわふわパンが出来上がった。こんなもん美味しいに決まってる。ウインナーの旨味と玉ねぎの甘みのマリアージュ。もちろん合法パウダーもいい仕事してる。今回の猫パンも可愛くできて満足だ。限界突破猫パン、美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？猫食パン型欲しい。